1994年の冬、日本のある静かな地方都市で、一つの家族の運命が完全に狂い始めた。2026年、法廷の扉が静かに開いた。白髪の老人が、ゆっくりと歩み出てくる。その目には、深い疲労と、それでも消えないぬくもりが宿っていた。無罪。裁判長のその一言が、法廷内に静寂をもたらした。傍聴席のあちこちから、おえつが漏れ始めた。記者たちのカメラが一斉にシャッターを切る音が響く。法廷の外では、一人の中年男性が待ち続けていた。父親が姿を現した瞬間、その男性は走り寄った。そして、震える声でこう叫んだ。父さん、待っていました。二人は言葉もなく、ただ抱き合った。父の背中に回された息子の腕が、小刻みに震えていた。その涙は、32年分の痛みと、32年分の愛情を、静かに地面へと落としていた。しかしこの光景に至るまでに、どれほどの苦しみがあったのか、どれほどの絶望と、それでも諦めなかった意志があったのか。この物語は、一人の父親が娘を失い、さらに犯人として裁かれた日から始まる。無実の人間が、なぜ32年もの間、罪を着せられ続けなければならなかったのか。そして一人の息子が、どうやって真実をつかみ取ったのか。すべての始まりは、父と娘がごく普通の毎日を送っていた、あの穏やかな日常の中にあった。1994年の日本、どこにでもある、ごく普通の町があった。その町の一角に、松本誠一という男が住んでいた。40代の働き盛りで、小さな建設会社に勤める現場作業員だった。派手な暮らしとは縁遠いが、毎朝同じ時間に起き、同じ道を歩いて職場へ向かう、その規則正しい日々を、彼は誇りにしていた。妻は数年前に病気で他界していた。それからは男手一つで、二人の子供を育ててきた。息子の健二と、娘の沙織。この二人が、誠一にとっての全てだった。沙織は当時8歳。笑顔が眩しく、近所でも評判の明るい子だった。父親が帰宅すると、必ず玄関まで走って迎えに来る。おかえり、お父さん。その一言を聞くために、誠一は毎日働いていたと言っても過言ではなかった。息子の健二は10歳。無口だが心の優しい少年で、妹の沙織をいつも陰ながら守っていた。父の背中を見て育ったのか、幼いながらも責任感が強かった。家は決して裕福ではなかった。それでも3人の食卓は温かく、笑い声が絶えなかった。週末には近くの公園で父と子がキャッチボールをする光景が、当たり前のように繰り返されていた。誠一が望んでいたのは、ただそれだけだった。特別な夢でも、大きな野望でもない。この子たちが健やかに育ってくれれば、それでいい。そう思いながら、静かに日々を重ねていた。しかし、その穏やかな時間には、終わりが近づいていた。あの秋の日が来るまでは、1994年の秋、静かな住宅街に、突然悲劇が降り注いだ。誠一の娘、当時8歳の明菜が、自宅近くで遺体となって発見されたのだ。小さな体には、無残な暴行の跡が残っていた。近所の人々は言葉を失い、町全体が深い悲しみに包まれた。父親である誠一は、知らせを受けた瞬間、膝から崩れ落ちた。昨日まで笑っていた娘が、もうこの世にいない。その現実を、頭が受け入れることを拒んでいた。しかし、悲しみに暮れる時間は、ほとんど与えられなかった。事件から数日後、警察の目は誠一自身へと向けられ始めた。なぜ父親が疑われたのか、理由はいくつかあった。まず、明菜が最後に目撃されたのは、誠一と一緒にいた場面だった。次に、発見現場の近くに誠一の足跡に似た痕跡が残っていた。そして決定的だったのは、当時の捜査技術の限界だった。1994年、DNA 鑑定はまだ一般的ではなかった。物的証拠の精度も低く、捜査は状況証拠と自白に頼らざるを得なかった。長時間にわたる取り調べが繰り返された。疲弊しきった誠一は、自分でも気づかぬうちに、不利な言葉を口にしていた。それが、罠となった。愛する娘を失った悲しみの中で、父親は、娘の殺害犯、という烙印を押されてしまったのだ。
誠一が一貫して無実を訴えても、法廷は聞き入れなかった。有罪判決が下された。こうして、一人の父親の人生は、理不尽に奪われていった。そして息子の勇気が、その扉を再び開く日が来るまで、32年という、あまりにも長い歳月が流れることになる。警察の取り調べは、何日にもわたって続いた。誠一は疲弊しきっていた。愛する娘を失った直後に、父親は容疑者として扱われていた。捜査員たちは、誠一の言葉の矛盾を次々と指摘した。しかし、その矛盾の多くは、長時間の取り調べによる混乱から生まれたものだった。眠れない夜が続き、正常な判断力は失われていった。そして、誠一は自らに不利な供述をしてしまう。逮捕状が執行されたのは、事件から間もない頃のことだった。手錠をかけられた誠一の姿を、息子の健二は遠くから見ていた。まだ幼かった健二には、何が起きているのか、理解することすらできなかった。裁判は、証拠の積み重ねとともに進んでいった。しかし、その証拠には、後に重大な問題が明らかになる欠陥が潜んでいた。現場に残された物的証拠の採取方法は、ずさんだった。目撃証言は曖昧で、裏付けに乏しかった。それでも検察は、誠一を犯人と断定して起訴した。法廷で誠一は叫んだ。私は娘を殺していない。その声は、静かな法廷に響いた。しかし、裁判官の心を動かすことはなかった。弁護側が提出した反論も、次々と退けられた。誠一のアリバイは、証人の記憶の曖昧さを理由に認められなかった。そして1994年、有罪判決が下された。求刑通りの重い刑罰だった。父親は、娘を殺した犯人として刑務所へ送られた。無実の叫びは、厚い壁の向こうに消えていった。だが、健二の胸の中では、父への信頼が消えることはなかった。その小さな炎が、やがて32年後の奇跡を灯すことになる。有罪判決が下された日から、誠一の時間は止まった。鉄格子の向こうに広がるのは、灰色の壁と、終わりの見えない日々だった。刑務所の朝は、早い。決まった時間に目を覚まし、決まった作業をこなし、決まった時間に眠る。その繰り返しの中に、感情を押し込めていくしかなかった。誠一は、最初の数年間、怒りの中にいた。なぜ自分が、なぜ誰も信じてくれなかったのか。娘を失った悲しみの上に、無実の烙印まで押された。その理不尽さは、言葉では到底表せないものだった。やがて怒りは、静かな絶望へと変わっていった。弁護士への手紙も、減っていった。外の世界が、遠くなっていくような感覚があった。自分の声が、どこにも届かないと感じるようになっていった。それでも、誠一が手放さなかったものがある。息子、健二からの手紙だった。月に一度、必ず届く封筒。稚拙な字で書かれた近況報告。成長とともに、文章は変わっていった。だが、どの手紙にも必ず同じ言葉が添えられていた。父さんを信じています。と、その一言が、誠一の足を地につなぎ止めた。倒れそうになるたびに、その言葉を思い出した。諦めそうになるたびに、健二の顔が浮かんだ。32年という時間は、あまりにも長い。青春も、働き盛りも、すべて壁の中で過ぎていった。しかし誠一は、生き続けることを選んだ。息子が待っているから、真実が、まだ眠っているから、そしてその真実を掘り起こすために、健二は静かに動き始めていた。諦めなかったのは、父だけではなかった。諦めなかったのは、父だけではなかった。健二は、父が収監されてから長い年月をかけて、ある確信を深めていった。父は、やっていない。その一点だけを信じて、彼は動き続けた。しかし現実は、残酷だった。再審請求は、何度も退けられた。証拠は古く、記録は散逸していた。世間はとうに、この事件を忘れていた。それでも検事は、諦めなかった。転機となったのは、一人の弁護士との出会いだった。再審事件を専門に扱う。その弁護士は言った。まだ、できることがある。と、その言葉が、検事の背中を押した。弁護団が結成された。市民団体も加わった。支援者たちは、
古い裁判記録を一枚一枚読み返した。現場に残されたわずかな痕跡を丹念に調べ直した。誰もが無償で、ただ真実のために動いた。そしてケンニ自身も、ある決断をした。自らの DNA 鑑定を申し出たのだ。父の無実を証明するためではなく、真犯人の輪郭を浮かび上がらせるために、それは、静かな、しかし大きな一歩だった。支援者の一人はこう語っている。ケンジさんは、怒りを口にしなかった。ただ、淡々と証拠を集めていた。その姿が、私たちを動かした。と、聖一を待っていたのは、息子だけではなかった。名前も知らない支援者たちが、32年間、共に待ち続けていた。そしてついに、眠っていた真実が、動き始めようとしていた。新たな証拠が、表に出る日が、近づいていた。そして、その日は突然訪れた。2025年の初春、ケンジは、一通の封筒を受け取った。差出人の名前は、知らない人物だった。しかし、その中身が、全てを変えることになる。封筒の中には、古びた手紙と、小さなメモが入っていた。メモにはこう書かれていた。あの夜、本当のことを知っている。と、送り主は、事件当時、現場近くに住んでいた元住民だった。32年間、恐怖から口を閉ざし続けた人物だった。しかし、老齢を迎え、もう黙っていられないと、ついに名乗り出たのだった。目撃証言は、具体的だった。事件当夜、聖一とは別の人物が、現場付近を走り去るのを見た。その人物の特徴、服装、逃げた方向、すべてが、詳細に記されていた。ケンジは、震える手でそのメモを握りしめた。しかし、証言だけでは足りなかった。ケンジは、次の手を打つことにした。自らの DNA 鑑定を、専門機関に依頼したのだった。父と息子は、血で繋がっている。もし、現場に残された DNA が父のものでないならば、それは無実の証明になる。さらに、その DNA が別の人物と一致するならば、真犯人へとたどり着く道が開ける。鑑定の結果が出たのは、依頼から3ヶ月後のことだった。現場に残されていたわずかな生体資料。それは、聖一の DNA とは一致しなかった。静寂が部屋を包んだ。ケンジは声を上げることもできなかった。ただ、涙が頬を伝った。32年間、父が訴え続けた言葉が科学によって証明された瞬間だった。そして、その DNA データは、ある一つの名前を浮かび上がらせようとしていた。眠り続けた真実が、今まさに、法廷へと向かおうとしていた。最新の扉が、静かに、しかし確実に、開き始めていた。最新の扉が、静かに開き始めていた。ケンジは、父の DNA が現場の証拠と一致しないことを示すデータを手に、弁護士事務所の扉を叩いた。32年という歳月が、ようやく動き出そうとしていた。しかし、法廷への道は、決して平坦ではなかった。検察側は、新たな DNA 鑑定の信頼性に疑問を呈した。技術的な誤差がある。資料が汚染されている可能性がある。そうした反論が、次々と投げかけられた。ケンジは、その言葉を聞くたびに、唇を噛みしめた。父は今もなお、刑務所の中にいる。その事実が、彼を奮い立たせた。そして、法廷での攻防が続く中、一つの名前が浮かび上がった。当時、現場近くに住んでいた男。事件後間もなく、突然姿を消した男。再捜査の過程で採取されたその男の DNA は、現場に残されていたものと、高い確率で一致した。法廷が静まり返った。裁判長は、資料をゆっくりと手に取り、目を通した。長い沈黙の後、その口が開いた。被告人、菊池誠一に対する再審請求を認める。その言葉が告げられた瞬間、傍聴席からおえつが漏れた。ケンジは、両手で顔を覆った。声にならない叫びが、胸の奥からこみ上げた。32年間、父が言い続けた。私はやっていない。という言葉、誰にも信じてもらえなかったその言葉が、ついに法廷で認められた瞬間だった。無罪判決の日は、もうすぐそこまで来ていた。そしてケンジは、その日に向けて、静かに、深く、息を吸い込んだ。
無罪判決が確定したのは2026年3月のことだった。菊池誠一は32年ぶりに自由の空気を吸った。拘置所の鉄皮が開いた瞬間、彼の足は一瞬止まった。眩しすぎる光の中に検事が立っていた。お父さん、待っていました。その一言だけで二人は言葉を失った。検事は声を殺して泣いた。誠一は息子の肩をそっと抱いた。32年分の時間がその短い抱擁の中に静かに溶けていった。しかし自由を取り戻したからといって失った時間は戻らない。誠一が出所した時、彼はすでに70代を迎えていた。娘の顔を見送ったあの日から世界は大きく変わっていた。携帯電話は手のひらに収まり、街の景色も人の話し方も何もかもが変わっていた。だが誠一の中の時間だけはあの1994年の秋で止まったままだった。国家賠償の手続きは始まった。しかし金銭がどれほど積み上がっても奪われた32年を埋めることはできない。検事はそれをよく知っていた。だから彼は保証の話よりも先に父と並んで食卓を囲むことを選んだ。ただ一緒に飯を食う、それだけのことがどれほど尊いかを二人は身をもって知っていた。誠一には今も夜中に目が覚めることがある。鉄格子の夢を見ることがある。32年という歳月は肉体だけでなく心の深いところにも刻まれていた。傷は簡単には言えない。それでも朝が来るたびに誠一は窓を開ける。光の中に立ち深く息を吸う。そこには壁もなく鍵もなく、ただ風だけがある。変わったことと変わらなかったこと、その両方を抱えながら父と息子の本当の日々が今ここから始まろうとしていた。誠一の無罪が確定したのは事件から32年後のことだった。しかし司法の過ちはそれで終わりではない。失われた32年は誰が返すのか、誰が責任を取るのか、その問いにまだ答えは出ていない。日本では再審制度の限界が長く指摘されてきた。無実の人間が今もどこかで鉄格子の向こうで朝を迎えているかもしれない。その可能性を私たちは無視できない。父は今日も窓を開ける。息子は今日も父の隣に立つ。それだけで十分だと思う日もある。しかし正義とは個人の再出発だけで完結するものではないはずだ。あなたに問いかけたい。もしあなたの大切な人が無実のまま裁かれたとしたら、あなたは何をするだろうか。この物語は過去のことではない。今も続いている。